大ちゃんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はなんかホワイトボードを活用されるみたいですね。そうです。はい。はい。間違ってたらすいません。そして手前にはね、実習生の皆様3名、はい、並んでいらっしゃいまして、でここに説明のようなものが書いてあるということは、大ちゃん今から何をするんでしょうか。木を切る時の狙っていく長さっていうか、そのセンチとかミリとかで、はい、この直径に対しての、はい狙っていく数字です。そういうことですね。つまりはもう論理的な木の抜刀の仕方を今から講習するということですね。いや、そうです。素晴らしいですね。いや、多分合ってます。合ってます。大丈夫です。では早速お願いいたします。はい。まず切り方からいきましょうか。まず木を受け口、最初に三角も入れてると思うんですけど、この受け口入れて、で追い口入れて倒すみたいな感じになると思うんですけど、でこの受け口入れる時に一番大事っていうか大事なのがこの開合線。これを絶対揃える。先生、開合線がわかりません。開合線って何？開合線はここの水平に切るところと斜めに切るところの合わさるところを合わせるってことね。合わせんところ。これは絶対。これはとにかく最初はこれを合わせる練習。とにかく合わせる。じゃないと後々一人になった時なかなか合わさないというか。最初はやっぱこれを意識しちゃったらいい。はい先生。はい。それ開合線が合ってないとどういうことが起きるんですか。開合線が合ってないとこういうふうに行き過ぎたりクロスしたりするんで、こう入れていくと木が、ここのところつるっていうんですけど、つるを残さないと木がこう回ったり横に回ったり横に倒れたりするんで、チェーンソー挟んだりするんで、合わせて終わりです。で狙った方向にいかないです。切りすぎるとつるがなくなっちゃうってこと？そう。ここ追い口入れてって、そう。ヒンジの役割をするところがなくなっちゃうわけですね。そう。はい。なので自分が思ってない方向に倒れたりするんで、ここは絶対合わせてます。これですね、つる。はい。ごめんね、初歩的な質問。その受け口作るときは上と水平どっちが先？どっちでもいい。どっちでもいいんだ。どっちでもいい。先に決まりはないけど、そうなの？大体みんな水平から入れる。水平から入れるんだ。水平からの方がやりやすい。やりやすいですけど、こう上から入れる人もいますし、海外やったらこれは逆ですね。これは上から入れてますけど、こう下にこう入れる人もいます。はい。こう確かにそうかも。いろんなやり方があるんだね。日本は大体もうこれですね。そうですね。受け口の作り方が。わかる？はい、わかりました。で、次こっちなんですけど、切る木の直径が30センチの時、これが受け口の角度とかなんですけど、角度はだいたい45から55度狙ってほしくて、50度の時に受け口の開口部っていうんですけど、3分の2の高さですね。先生、わかりません。わからんね。どういうこと？先生やって。ということは、つまりはそこが9センチですね。受け口のその幅が、奥行きが9センチなので、高さが、多分9センチの3分の2、6センチぐらいの高さのところを切るわけですね。6センチです。狙う時がですね。追い口を切る時が。そういうこと。9から10。そうか、二等辺三角形。そうです。そうか、40。そうか。ってなると、そこの追い口の入れるその高さが3分の2なんで、だいたい6センチから7センチぐらいの。これですか？っていうことですよね。間違えてますね。危ない。質問ありますか？こんな初めてなんで。でも結局なんていうんですかね、受け口開合線合わせて高さ絶対ここの下にいかないようにして、つるはこの直径の10分の1残す。
3センチぐらい残すという。はい、先生なんで上にしたらいけないの？下にしたらいけないの？下にしたら、もうつるが深い。逆方向に倒れていく。逆方向に倒れるよね。ああ、そういうことか。もう完全にただ位置エネルギーが低いところに物は流れちゃうんで。あ、そういうことね。下に行くとまあね、危ない。それ逆にですよ。はい。追い口が高すぎるとどうなるんですか？追い口は高くてもいいんですよ。その高くても、まあ、倒れるのは倒れるんですけど、はい、あまり高すぎるとツルの効きが弱くなるっていうか。ここら辺に入れたらなんかこう効かないじゃないですか。確かに。そっかそっかそっか、はい、しかも避けるようになっちゃいますね。そう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 。皆さん聞いてみましょう。何かご質問はございますか？あります？そもそもそのこれじゃなくても抜刀している時に困っていることとか、なんで切りすぎるとか。そうですね。私たちはいつも切りすぎですから。はい、切りすぎるのはこっち？見えんけん。全体的に5センチ切りすぎ。5センチ切りすぎ。はい。5センチ。5の1は切りすぎ。これ？はい。こう切るときは見よ。一発で切らんで、僕もそうですけど、一発で切らないんですよ。何回か2、3回止めて確認してやってるんですけど、一発ではいかないです。大きい方が小さい木より倒しやすいですよ。大きい木の方が。小さい木はやっぱ矢が入っていかないんで難しいですね。小さい木切る用の動画も撮りましたけど、あれ時間かかりますもんね。かかりましたね。ちょまぎ切り。まああれはどうやろうね。まあでもまあどの木にしろさ、言えることはさ、まあ切りすぎないこととか、まあ声合成をこう揃えることとか、まあそのね追い口を入れる高さのところとか、まあそれをまあちゃんとできとったらまあちっちゃかろうと大きかろうと一応まあできるのはできるんですけど。なんかバチを作るときは私たちはいつも切りすぎましたから、その部分は一番難しいです。バチのことです。こっち？バチ、はい。これはクロスするってことね。これはでも絶対4分の1ですかね。4分のそうこの直径ね。4分の1はこれは9センチ。9センチですね。僕が基準にしてるのは大体バーがあるじゃないですか。チェーンソーのバー。あれでその切る太さをどんだけ入れるか決めてます。今500回使ってるじゃないですか。うちのでバーと刃を大体入れたらまあ9センチ、10センチぐらいにいくんですけど、それ基準ででこれでそのこっちの長さを決めてます。木の太さを見てどんぐらい入れるとか。これは結構これを基準にした方がいいですね。大きい木切るとき結構っていうかくさびをもっと打ちたいときは結構気持ちこの受け口は深さ、狭くしてますね。で切って矢を打って矢を深く入れるみたいな感じで効かせるような感じでやってます。最後ちょっと質問が。どうぞ。追い口は残りは3センチがない。30センチで3センチ。3センチね。はい。それは何かな。矢使いますか？それは3センチ。矢使います。その矢使わんでもその木の方向があるじゃないですか。こっちに倒したいよってなったら矢使わんでそのまま倒れるんで、その時はその3センチ。3センチはで倒れました多分。自分で倒れてるんです。細い木の時に。矢使わないですね。そう。これは直立に立ってるような感じのやつなんで、木はやっぱり傾きもあるんで、山に行ったらこれが逆向いちゃったりしたり下向いちゃったりしたら、これはちょっとまた計算狂ってくるんですけど、直立なんで絶対矢を叩くような感じの、木によるってことよね。山の形状にその個体差によるよね。山とあと木の傾き具合、そうですね。あと枝の張り具合で変わります。裏表というかですね。一本一本違う。必ずしも3センチっていうわけではないってことね。その臨機応変に狙っていくのはこれがそんな感じですね。実践あるのみってことですかね。そうですね、経験ですかね。1万本となる。もう1万本切ったらもう
わかるよ。これまでに時間あるからね。頑張ります。はい。今回はボードで説明したんですけど、次は現場で実践あるのみたいな感じで安全第一で聞いてもらいたいんで、なかなか僕が時間が教えることはできないんですけど、僕が教えれるように頑張ります。そうですね。はい。安全第一で。安全第一で。はい。よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。キコリンの大ちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございましありがとうございましたた。